動画のスライドはウェブサイトからダウンロードできます。動画の後半、おまけではもっと速いスピードで少しだけおしゃべりしています。ぜひおまけのヒアリングに挑戦してみてください。それでは本編スタートです。日本語にしたろう。22、日本のいろいろな文化。1、お菓子。あなたはお菓子は好きですか？今回の動画は日本のお菓子についてのお話です。ぜひ楽しんで聞いていってくださいね。1、お菓子の種類。日本にはいろいろな種類のお菓子が売られています。アメリカ生まれのシフォンケーキ、スイス生まれのロールケーキ、イギリス生まれのプリン、ドイツ生まれのザッハトルテ、フランス生まれのマカロンにマドレーヌ、ポルトガル生まれのカステラ、チョコレートやシュークリームにビスケットにアップルパイ、こういった西洋で生まれたお菓子のことを日本では洋菓子と言います。ワッフル、ドーナツ、ホットケーキ。あなたはどんなお菓子が好きですか？そして日本で昔から作られている伝統的なお菓子を和菓子と言います。おまんじゅう、おせんべい、大福、おはぎ、きんつば、かりんとう、もなか、だんご、八つ橋。あなたは好きな和菓子がありますか？そしてもう一つ、日本文化に欠かせないお菓子が駄菓子です。駄菓子は子ども向けの安いお菓子です。子どものお小遣いで買える安い値段。たくさんの種類から選ぶ楽しさ。おまけ付きのお菓子や当たり付きのお菓子もあります。食べるだけではなく、子どもから大人までいろいろな楽しみ方ができるのが駄菓子です。2、和菓子の魅力。日本の伝統的なお菓子、和菓子の特徴を洋菓子と比べてみましょう。1、材料の違い。西洋生まれの洋菓子は卵、牛乳、バター、小麦粉、チーズ、砂糖などの動物性の材料が中心です。そのため脂質が高いのが特徴です。水をほとんど使わず、水分の代わりにバターやクリームを多く使うので、甘さもカロリーもたっぷりです。それに比べて和菓子の材料は米、麦、豆類などの植物性の材料が中心です。そして材料として
水をたくさん使います。そのため洋菓子と比べてカロリーが低いことが嬉しい特徴です。ただし砂糖やでんぷんを多く使うので糖質が高いお菓子が多いことも和菓子の特徴です。2、作り方の違い。洋菓子はミキサーやオーブンなど家電や調理器具を多く使います。焼く工程が多いことも洋菓子の特徴です。和菓子の作り方は煮る、練る、蒸すなど手作業が中心で、小さいサイズのお菓子を一つずつ丁寧に仕上げていきます。3、見た目の違い。洋菓子は生クリームやフルーツなどを使って華やかなデコレーションがされるものが多いです。サイズはワンホールのケーキや小さめのシュークリームなど種類によっていろいろあります。和菓子は季節を大切にするお菓子です。季節の花や植物などをモチーフにして作ることが多いです。洋菓子と比べて地味な見た目です。一つ一つ手作業で仕上げていくため、手のひらの上で形を作れるように小さくて丸い形の和菓子が多いです。3、いろいろな和菓子。和菓子にはたくさんの種類があります。100種類以上ある和菓子の中から定番の8種類をご紹介します。1、たい焼き。たいはめでたいというお祝いの言葉につながるため、日本では縁起がいいとされている魚です。その鯛の形をした金型で小麦粉の生地とあんこを焼いたお菓子がたい焼きです。たい焼きの中身はあんこが定番ですが、チョコレートやカスタードクリーム、チーズクリームなどいろいろな味のたい焼きが売られています。外側はパリパリ、中はふんわりしていて、頭から尻尾の部分までたっぷりあんこが入ったたい焼きは日本人のソウルフードです。2、大福。もちもちとした白いお餅であんこを包んだお菓子です。大きな福と書いて大福。福とは幸せという意味です。食べると大きな幸せがやってくるという意味のお菓子です。中身はあんこが定番ですが、フルーツ大福やクリーム大福も人気です。フルーツ大福の一番人気はいちご大福です。甘いあんこと甘酸っぱいいちごがよく合います。他にもぶどうやオレンジなど季節のフルーツを包んだフルーツ大福が人気です。そして中に生クリームが入ったクリーム大福、チョコクリームや
抹茶クリームなどいろいろ種類があります。大福に洋菓子の材料を組み合わせたおしゃれで贅沢な大福です。アイスクリームを入れた大福も美味しいです。大福のアイス菓子、雪見大福も人気です。雪見大福は私のおすすめナンバーワンのアイスです。3. おまんじゅう。小麦粉を練って作った生地であんこを包んで蒸したお菓子です。中国の饅頭という料理が起源です。大福と同じように見えるかもしれませんが、全く違うお菓子です。大福の中身は定番のあんこのほかに生クリームや季節のフルーツなどバリエーションがとても多いです。しかしまんじゅうは中身を包んでから蒸すので、大福ほど中身の種類は多くありません。その代わり生地のバリエーションがとても多いです。生地に酒粕を入れた酒まんじゅう、芋を入れた上与まんじゅう、そば粉を入れたそばまんじゅう、生麩を入れた麩まんじゅう。生地だけではなく形や作り方によってもいろいろな種類があります。中でも温泉地で売られている温泉まんじゅうが私のおすすめです。そして蒸し上げたまんじゅうを高温でからりと揚げた揚げまんじゅうも外せません。ドーナツのようなサクサクの食感がとてもおいしいです。4. どら焼き。日本の有名なアニメドラえもんの大好物としても有名などら焼き。丸くて平たいカステラ生地であんこを挟んだお菓子です。あんこが定番なのは他の和菓子と同じです。しかし大福のように中身のバリエーションがとても多いです。あんこの代わりに生クリームやフルーツを挟んだどら焼きや、あんこと一緒にバターを挟んだどら焼きも人気です。ちょっとだけ温めるととろっと溶けたバターがあんこと混ざり合ってさらに美味しくなります。5. お団子。日本のおとぎ話にも登場する定番の伝統菓子です。コンビニでも手軽に買うことができます。お団子は練った米粉を小さく丸めて蒸したり茹でたりした後に醤油やあんこで味付けしたお菓子です。味付けによっていろいろな種類がありますが、中でも定番なのが砂糖醤油で味付けしたみたらし団子。甘いお菓子が苦手な人にも人気です。スイーツというより軽食に近いです。そしてあんこをかけたあん団子。和菓子の定番あんこはお団子でも定番のメニューです。そしてかわいい
三色団子。目でも楽しめるお団子です。ピンク色は桜の咲く春、白は雪の降る冬、緑は葉が生い茂る夏。それぞれの色が季節を表しています。なぜ秋がないの？お団子はいくら食べても飽きないから。飽きない、秋ないからだそうですよ。6、かりんとう。かりんとうは小麦粉と砂糖を練って油で揚げたお菓子です。色や形はいろいろありますが、黒砂糖を使った短い棒のような形をしたかりんとうが多いです。見た目は地味ですが、優しい甘さと香ばしい風味と食べ応えのある食感が魅力のお菓子です。7、おせんべい。おせんべいは小麦粉や米粉を練って薄く伸ばして焼いたお菓子です。いろいろな形をしたおせんべいがありますが、丸い形が基本です。子供が持ちやすいように細長い形をしたおせんべいもあります。塩や醤油で味付けされたものが多く、海苔やごまが入ったものも人気です。地域によっていろいろな種類があり、特に埼玉県の草加せんべい、岩手県の南部せんべい、千葉県のぬれせんべいが有名です。私のおすすめは岩手県の南部せんべい。焼き型からはみ出た耳と呼ばれる部分がカリカリして美味しいです。8、練り切り。最後にご紹介するのは和菓子の王様、練り切りです。皆さんが日本のお菓子と聞いて一番初めにイメージするのがこのお菓子かもしれません。練り切りは白いあんこをベースに練り上げた生地を季節の草花や果物、動物などの形にした美しい和菓子です。お祝いの席やおもてなしのお菓子に使われる特別な和菓子です。練り切りは見た目の繊細さと美しさが魅力のお菓子です。丁寧に練り上げられ裏ごしして作られた生地はしっとりしていて滑らかな口当たりです。上品な甘さが濃いめの緑茶やお抹茶によく合います。4、駄菓子の魅力。駄菓子の駄という漢字にはつまらないもの、質が悪く価値が低いものという意味があります。駄菓子の歴史は200年ほど前まで遡ります。当時は白い砂糖はとても値段が高くて、白い砂糖を使ったお菓子はお金持ちしか食べることができませんでした。一般の人たちは安い値段で買える
黒い砂糖を使ったお菓子を食べていました。このお菓子を身分の高いお金持ちが食べるお菓子と区別するために駄菓子と呼んでいたそうです。これが駄菓子のルーツです。白い砂糖が手軽に買えるようになると、さらにいろいろな種類の駄菓子が次々と生まれました。日本で生まれ育った人にとって駄菓子は子供時代の懐かしくて楽しい思い出がたくさん詰まっているお菓子です。子供から大人までたくさんの人たちが夢中になる駄菓子の魅力をご紹介します。1、駄菓子は安い。駄菓子は子どもたちがお小遣いで買えるお菓子です。一つ10円や20円で買うことができます。日本の小学生のお小遣いは一月500円から1000円が多いそうです。普通のお菓子は安くても100円はします。私がよく買うお菓子は300円です。一月500円のお小遣いで300円のお菓子を買ったら、残りのお金は200円しかありません。子供のお小遣いで買うには高すぎます。でも一つ10円や20円の駄菓子なら何個も買うことができます。駄菓子なら高くても50円から80円。この安さが駄菓子の魅力です。子どもたちは駄菓子を通してお金の使い方も学びます。2、たくさん種類がある。駄菓子にはたくさんの種類があります。同じお菓子でもいろいろな種類の味があります。例えばこのうまい棒という駄菓子は60種類以上もあります。期間限定や地域限定の種類もあります。そのたくさんの種類の中から選ぶ楽しみがあります。お店の中でどのお菓子を買おうか考えるのも楽しいです。友達と違うお菓子を買って少しずつ交換してみんなで食べるのも駄菓子の楽しみです。3、食べるだけが駄菓子じゃない。駄菓子には仕掛けがあるものやおまけがついているものもあります。この丸いガムは真ん中に穴が開いています。穴の部分に息を吹きかけると笛のようにピーピーと音が鳴ります。このアイスは当たり付きです。中の棒に当たりと書いてあったらもう一本同じアイスをもらうことができます。駄菓子には大人への憧れも詰まっています。少ないお小遣いでも大人のように好きなものを選んで買うことができる。そして大人への憧れが詰まった極めつけはこのラムネ菓子。タバコの形をしたお菓子です。大人のようにタバコを吸うふりをしながら細長いラムネを
ポリポリかじって食べたものです。大人に一歩近づいた気分にしてくれるお菓子でした。今では健康志向が高くなってタバコは大人への憧れではなくなりましたが、数十年前の日本ではタバコはかっこいいイメージがありました。子どもたちの大人への憧れが詰まったお菓子です。大きな宝石のような飴がついた指輪は女の子たちに人気です。まるでお姫様がはめているような大きな大きな指輪。女の子の憧れが詰まったお菓子です。おまけ。ここからは普段のスピードを話し言葉で少しだけおしゃべりしていきます。本編とどれくらいスピードが違うかな、聞き比べてみてくださいね。今回は私も大好きなお菓子について紹介しました。以前の動画で私の大好きなチョコレートのお菓子バッカスとラミーについて話しましたが、和菓子も大好きです。特におまんじゅうが大好き。温泉まんじゅう最高です。駄菓子には懐かしい思い出がいっぱいあります。子供の頃に通っていたプールの近くに駄菓子屋さんがありました。プールで思いっきり体を動かした後、友達と一緒に小銭を握りしめてそのお店にダッシュするのがすごく楽しみだったことを覚えています。私はぷくぷくタイチョコというたい焼きの形をしたチョコ菓子をよく買っていました。値段は50円と駄菓子にしては少し高めです。これを買うと他の駄菓子がちょっとしか買えなくなってしまうのですが、それでもこのお菓子が好きでした。そしてわたパチ。口に入れるとパチパチっと弾けるキャンディーを包んだわたあめのお菓子です。時々喉にパチパチが当たって痛いのですが、その刺激が面白くて味も美味しかった記憶があります。それともう一つ、お菓子ではありませんが駄菓子屋でよく買っていたのがこのバルーン風船です。パッケージを開けると中にチューブとストローが入っています。チューブの中身は透明な柔らかいゴムのような不思議な素材。それをストローに少し乗せて息を吹きます。すると透明な風船ができるんです。友達と一緒にどちらが大きい風船を作れるか競争したり、作った風船を水に浮かべて遊んだりしていました。楽しい思い出です。久しぶりにやってみたら結構大きな風船を作ることができました。ただこの風船かなり変な匂いがします。はっきり言って臭いです。友達と臭いねと言って笑った思い出も変わらない匂いと一緒によみがえりました。駄菓子は他のお菓子に比べて味も単調で量も少ないです。けれど大人になっても時々買ってしまいます。子供の頃の懐かしい気持ちを味わうためについつい買ってしまうんだと思います。皆さんはそんな思い出のお菓子はありますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。さて、もう気づけば3月。日本の学校は4月から始まります。3月は受験や新生活の準備でとても忙しい季節です。私も4月から少し生活が変わります。そのための準備に忙しくて動画の更新が遅くなってしまいました。その上、今回の動画は作っているとお腹が減る。途中でストップして和菓子を買いに出かけた日もありました。4月からはもっとたくさん更新できるように頑張ります。それでは今回の動画はこの辺で。みーでした。またね。バイバーイ。